blockhead! おはようございます。いちごです。先日 E3 にてファン待望の新作となるノーマーヒーローズ3が発表されました。シルバー事件やキラーセブンなど独自の世界観で国内のみならず海外にも多くのファンを持つ須田剛一氏が手掛ける本シリーズは、主人公トラビス・タッチダウンを操作しビーム刀を片手に敵をぶった切る殺し屋アクションアドベンチャーです。カルト的な人気を誇り多くのゲーマーを虜にしたノーマーヒーローズシリーズの歴史、男トラビス・タッチダウンの生き様を振り返りたいと思います。では狂い咲きの園へ。 It's game time! アニメ、プロレス、映画をこよなく愛するオタクトラビス・タッチダウンは美しい殺し屋エージェントのシルビア・クリステルと出会い、誘われるがまま UAA ランキング1位を目指すこととなります。須田剛一氏の作品は独特の世界観から須田ゲーと呼ばれ多くのゲーマーを魅了しています。ディレクター、シナリオを手掛けている本作は彼の大好きなプロレス技と映画的な会話劇、ゲームのストーリーには直結しない細かなディテールがふんだんに盛り込まれ、須田芸的豊かな物語体験を存分に味わうことができます。殺し屋アクションアドベンチャーというジャンル名が冠せられた本作、プレイヤーはトラビスを操りビーム刀という武器で敵をめった切り、あるいはプロレス技でぶっ倒していきます。Wii リモコンに内蔵されている加速度センサーを利用したアクションゲームはレッドスティールやゼルダの伝説、トワイライトプリンセスなどいくつかのタイトルが挙げられます。本作においても加速度センサーは用いられていますが、操作は至ってシンプルで、プレイヤーはボタンを連打しダメージを与え、最後の一撃の際に指示される方向へリモコンとヌンチャクを振ることで敵を撃破していきます。この敵を倒す最後の一撃にリモコンを振るというゲームデザインは一見非常に単純に思えます。けれども本作が持つ殺し屋アクションといったイメージをプレイヤーに相違なく伝達し、物語体験へ没入させる効果があるでしょう。また本作はいわゆるオープンワールドですが、2作目で綺麗さっぱり廃止されたことからも分かるように、多くの場合退屈で何もすることがないと評価されています。実際本作は日本のクリエイターによって作られた初期の自覚的なオープンワールド作品であるし、マップには目標地点が点として存在しているのみで、まさしく退屈なものかもしれません。しかしいざ2作目でオープンワールド要素がなくなり正反対なコマンド選択のマップになった際に少しの物足りなさを感じたとすれば、それこそ本作がプレイヤーにナラティブな物語体験を提供していたことを意味するのではないでしょうか。すなわちディレクターである須田剛一氏が退屈な街で退屈な暮らしをしているトラビス・タッチダウンの偶発的で退廃的な生活をプレイヤーに意図して体験させているとき、プレイヤーは退屈なオープンワールドゆえに物語を進行させようと須田剛一氏の意図した退屈さを脱却するために爽快さを求めていくこととなるためです。それゆえにThere's no way out, is there? No getting out, right, bro? That's right.All we can do is keep running. キャラクター同士が掛け合うエンディングはまさしく退屈を抜け出したプレイヤーとトラビスの双方が向かうべき圧倒的なクライマックスとなるのでしょう。オープンワールドというゲームジャンルが抱えていた物語をどのように提供していくかという課題にアクロバティックな方法で回答した意欲的な名作です。前作から3年の月日が流れ、かつては UAA1 位に君臨していたトラビス・タッチダウンも怠惰な生活によりランキングは51位へと転落。そんな牙を抜かれたトラはある事件をきっかけに再度 UAA1 位を目指すこととなります。前作に増してアクションはより爽快に派手となり、プレイヤブルキャラクターの一部追加やミニゲームやマップの移動なども簡略化され、大幅に遊びやすくなり、新規ユーザーも参入しやすいゲームデザインがなされています。操作も前作の Wii リモコンでの操作とクラシックコントローラーでの操作が可能となり、プレイスタイルも多様化されました。また独特のグラフィック表現は前作よりも強化され、 Wii だからと侮れないレベルの作品に仕上がっています。とりわけ前作のバイトシステムがファミコン調のレトロインディーゲームを意識したミニゲームに変わったことは本作のエッセンスとして忘れてはならないでしょう。復讐劇となる本作ではトラビスが怒りに身を任せランカーたちを次々に切り倒していきますが、ムービーシーンでは映画パリテキサスのキーホールクラブを彷彿とさせるシーンがあり、物語をより重厚なものにしています。復讐に始まった物語が単純なハッピーエンドを迎えるのではなく、復讐の連鎖を生んでいく展開は名作小説を読んだ後のような読後感をプレイヤーに味わわせたことと思います。
前作から約9年ぶりに発売され、須田剛一自身がディレクターを行った作品としては約12年ぶりとなる本作。物語も同じく10年近い月日が経過しており、トラビス・タッチダウンはサンタデストロイを離れ、アメリカ南部の片田舎トレーラーハウスでひっそりと暮らしています。そんな平穏な隠居生活もつかの間、ひょんなことから幻のゲーム機デスドライブ M2 の世界へと吸い込まれ、殺し屋として新たな戦いが始まります。今までのシリーズとは異なり、ゲームの世界が舞台となった本作は見下ろし型アクションゲームとなり、シリーズ初となるオフラインでのコープが採用されています。アクションの他にもパズルやレースなど、まるで須田剛一の頭の中を見ているような様々なジャンルがモチーフとなったステージが用意されており、中には須田剛一自身の作品も登場します。ホットラインマイアミを筆頭に様々なインディーゲームとのコラボも実現しており、トラビスの T シャツとして登場します。また本作には懐かしい PC 画面のようなアドベンチャーパートも用意されており、ノベルでは手塚治虫氏のスターシステムとも言うべきか、多くの須田作品のキャラクターが登場します。このメタゲーム的な視点は須田剛一氏のゲームデザインにおいて貫徹されていると言ってもよく、変わらぬ魅力を感じさせてくれるでしょう。日本では DL 販売のみであることやゲームスタイルが異なることなどから外伝的な扱いではありますが、シリーズファンの期待を裏切ることのない名作です。トラビス・ストライクス・アゲインを遊んだシリーズファンの皆さんにとって E3 の発表は驚きとともに約束通り奴は戻ってきたなという気持ちだったと思います。前作同様アンリアルエンジン4で制作される本作 PV を見る限りでは伝統の殺し屋アクションは継承されているようで、懐かしのサンタデストロへのアパートに帰ってきていることも確認できます。宇宙からの侵略者に対し純白巨人グランストロベリーのパードスーツを身にまとったトラビスとともにジョイコンを振るその日が待ち遠しいです。